こんにちは、ミルです。今日は日本語と日本人と水というお話をします。皆さんに水を使った日本語の表現、いくつ思いつきますか？例えば、水に流すとか、水を差す、水の泡、湯水のように使う、水臭いなど聞いたことありますか？日常生活の中で水という言葉がかなり使われているんですが、どうして日本語にこうやって水を使った表現が多いのか、その理由をお話ししたいと思います。それから水を使った表現とその使い方を14個最後に紹介したいと思います。まずは、なぜ日本語には水を使った表現が多いのかというお話をします。一つ目は、水が豊かで生活に密接だったから。二つ目は、水の性質が日本人の感情とか文化に合っていたから。最後三つ目が、信仰心、美意識、伝統文化の中で水が大切にされてきたからというお話です。まず一つ目の水が豊かで生活に密接だったからなんですが、もちろん誰だって水がなければ生活ができないので、日本だけではないんですが、今日は日本というね、範囲でお話をします。日本は四季があって、台風とか梅雨の時期などはね、雨が多いですよね。で、もちろんね、梅雨台風以外にも雨が降って、年間の降水量は結構高いです。そして山が多くて、そこからたくさんの川が海まで流れていきます。例えば、富士山の雪解け水が地下水になって湧き水として出てくる地域もあります。それから天然温泉が豊富です。旅館とかね、銭湯の文化があることも水に恵まれているからこそなんじゃないかと思います。こんな感じで水に恵まれた環境であると思うんですが、もちろんいいことばっかりではないですね。日本は水の災害もとても多い国です。台風、豪雨、河川の氾濫、洪水、津波もそうですね。今も水の災害は多いんですが、昔はもっと多かったみたいですね。この間ね、ちょっと銀行行った時にちらっと読んだ本があるんですけど、そう、銀行にね、こう、待合室みたいなところに本がいくつか置いてあって、目に留まった本ね、パラパラって見てみたら書いてあったんですが、昔は水害が多かったから、江戸の町の家には避難用の船があったんですって。はい。こんな感じで、良くも悪くも水が生活のすぐそばにあったんですね。それで言葉の中にも水がたくさん使われるようになったのかもしれません。次、2番目なんですが、水の性質が日本人の感情とか文化に合っていたから。日本人といえば、日本といえば、空気を読んだり、曖昧な表現をするでしょうか。はい。これがね、水の性質とすごく合っているんじゃないかというお話をします。水は液体で形がありません。水は流れます。染み込みます。滲みます。蒸発します。はい。水が水だけで一定の形を保つということはできないですよね。コップにお水を入れればコップの形になりますが、そのね、コップからお水を出すと広がったり流れたりします。こういう形を持たないで流れたりする性質が空気を読むとか曖昧な表現をする日本人の価値観と合っているという考えです。で、三つ目、伝統文化、美意識、信仰心の中で水が大切にされてきたから。これはね、そうですよね。日本庭園行ったことありますか？その時に水の音とか水の景色を楽しみましたか？例えば日本庭園のね、枯山水。水を使わないで石や砂、苔などで山、川、海の風景を表現します。これね、美しいですよね。それから水琴窟、聞いたことありますか？私ね、これ大好きなんですが、これもね、日本庭園によくあるものなんですけど、水のね、水滴の音を楽しむものなんです。もちろんね、楽しむだけのものではなくて、ちゃんとした排水の処理の機能もあります。はい。排水をしながらね、こう音を楽しむですよ。はい。本当にね、美しくて大好きです。
それから俳句、書道、水墨画。これもそうですよね。にじみとか余白、流れ。これがね、美として評価されます。そして信仰心。神道では水は清めの象徴です。例えば神社で参拝の前に手水で手や口を清めます。皆さんもやったこと、見たことあると思います。こういう感じで本当に生活のすぐそばに水があったんですね。今もあります。だから水という言葉が多く使われるのはごく自然のことなのかなと思います。では、ここからは水を使った日本語の表現を紹介していきます。14個。まずは水に流す。これはね、過去のトラブルとか嫌なことをなかったことにするという意味です。例えばね、もう昔のことなんだから水に流してよとか、反対にもう昔のことだから水に流すよ。こうやって使ったりします。もう怒ってないよ、忘れるよというね、優しさを表す表現です。それから、水を差す。これはね、いい雰囲気とか流れを壊すという意味です。せっかく盛り上がってたのに水を差さないでよとかね。何か話で盛り上がっているところに、ね、水を差すようで悪いんだけどさ、何々何。こういう感じで、賑やかさとかね、集中とかね、冷やすような行動に使います。それから、水の泡。努力が無駄になることです。例えば、何年も何年も準備してきたのに、台風が来て中止になって、すべてが水の泡になった。とかね。これはね、泡のように消えてしまう、虚しさをね、表現する言い方です。それから、水臭い。これはね、親しいのに遠慮しすぎる。よそよそしい。こういう感じです。そんな気を使わないでよ。水臭いなーとかね。こういう感じで使います。打ち明けてほしい時のね、なんかツッコミみたいな感じで使う言葉です。もう水臭いよ。やめてよ。はい。それから、湯水のように使う。これはね、お金とかね、物を惜しまずに使う。浪費っていう感じですね。例えばね、ボーナスが入ったからって、そんな湯水のように使って大丈夫って言ったりします。水のようにね、流れて消えてしまうイメージですね。もうジャブジャブ使ってしまう。はい。それから、水を打ったように静か。これもね、よく使います。ピタッとね、静まり返った状態です。例えばね、学校でね、生活指導の先生っていますよね。怖い先生。こういうね、生活指導の先生が教室に入ってきたら、教室が水を打ったように静かになった。とかね。はい。水がね、バシャーっと打たれた瞬間、空気が止まったようにね、感じる。こんな表現です。それから、水を得た魚のよう。これもね、使えますね。自分に合う環境で生き生きとしている感じをね、表します。あの人は舞台に立つと水を得た魚のように輝くよね。こんな感じで使いますね。本来の力をね、発揮できる。こんな感じです。それから、水と油。水と油というのは性質が違いますから、なかなか混ざり合わないですよね。なので、彼と彼女は性格が反対で、まるで水と油のようだ。こんな感じで使います。そして、水が合う。これはね、その土地とか環境、それから人間関係もそうです。自分に合っているなぁと感じるときにね、使います。例えば、引っ越したところが思った以上に水があって毎日とっても快適なんだとかね。例えば外国に留学したらね、やっぱりなんか水が合わないな、ちょっとなっていう感じで使うこともできます。それから、水魚の交わり。これはね、非常に親密な関係。切っても切れない関係という感じです。あの二人は本当に昔から水魚の交わりのような関係だよね。どこに行くにも一緒だよね。こういう感じですね。そして、白氷を踏む。これ聞いたことありますか？白氷ってね、薄い氷と書くんですが、非常に危険で不安定な状態にいることの例えです。だって怖いですよね。薄い氷の上を
踏む。はい。例えばね、テストの点数が悪くて、親に見せるとき、白票を踏むような気分になりますよね。はい。緊張します。はい。ではね、最後3つ。ビジネスとかね、社会の中での水の表現です。水物。聞いたことありますか？これはね、水のように変化がしやすい。例えば、芸能界は水物で人気がすぐ変わっちゃうとかね。YouTube もそうかもしれないですね。はい。景気とか感情にね、左右されます。こういうのね、水物と言います。成功とか結果が安定しないもの。そして、水増し。これはね、実際より多く見せるとかね、ごまかすという意味です。例えば、売上を水増しして報告していたとかね、数字などをね、多く見せる。実際よりも多く見せる。これね、水増しと言います。そして最後、水商売。もともとは景気とか流行に左右されやすい商売を指す言葉だったんですが、今は主にね、夜お酒を出しながら接客するサービス業に使います。例えば、バーとかキャバクラ、クラブ、スナック、ホストクラブとかですね。はい、こういうのを水商売と言います。はい。ということで今日は水という言葉が多く使われる理由と水を使った表現を紹介しました。じゃあ、バイバイ。